ロジカル FX 通信の補足解説動画をしていきたいと思います。タイトルはこちらになります。まずは、昨日のエグジットポイントを説明してから、エントリーポイントを解説していきたいと思います。はい、具体的には、その前にちょっと環境分析をしていきたいと思います。環境分析は、月足は全然上で、今月陰線がやっと出始めたっていうところですね。で、その陰線の正体が、週足で見ると、このダウの継続点のこの戻しの部分なんですね。これが月足の、陰線の正体になっていると。はい、で、昨日は、ここの週足のダウの継続点、いわゆるすごく重要な抵抗です。重い抵抗ですね。ここを攻めてきた波っていうことですね。なので、これ、下にこうやって攻めてきたんですけど、当然、上位足のトレーダーは、こっちの上を狙ってるんで、下を買い足で攻めてきたとしても、やっぱり上位足の勢力があるので、ここの内部構造っていうのは、下に行きづらくなるんですね。ということは、チャンネルっていう現象が、買い足で生まれます。で、それが、4時間足で見ると、どんな感じになるかっていうと、これですね。ここの部分がチャンネルになっています。で、昨日はこんな感じで揉んでって、で、指標があって、下げたと。はい。で、その後、一旦戻して、チャンネルの加減ですね。にタッチして、現在は、上に上がってるっていう状況ですね。なので、やっぱり、下に行けば行くほど上位足のトレーダーがダウンの継続っていうので上になってくるので、やっぱこうやって上がってきますよね。それが現在、今ここで上がってるんですけど、そういう風な波になってるということですね。はい。で、このエグジットポイントなんですけど、当然、週足のここですね。で、週足のその抵抗というのは、デイトレベルでは結構幅があるので、よりピンポイントで、ここの部分っていうのをドリルダウンする必要があります。で、まず目をつけたのが、このヒゲの部分ですよね。ヒゲの部分。で、その前に、ここにあるんですね、ここ。4時間足。ここで何度も実体が出てますよね。ということは、ここって結構重たいんですよ。で、ここがチャンネルになってるっていうのを考慮すると、完全にここのヒゲのところまでは行きづらいんじゃないかと思ったんですね。なので、そのちょっと手前、じゃあどこなのかと思って、こちらを探ってみたら、ここら辺に抵抗があったということになりますね。で、こっから、ここまで、ここからここですか。フィボナッチとか当てると、ここのラインっていうのがよりはっきりすると思います。で、今回は別にそこは当ててないんですけど、もう一つ私がよくやる領域分析を当てはめて、ここのラインっていうのが波の昨日のゴールなんだなっていうのを、見つけました。分析しました。で、それが、どんな感じになるかというと、これです。はい。いつも私がやっている、領域分析ですね。で、日足はこれ3段になってるんですね。で、この3段を4時間足で見ると、こんな感じになってて、で、昨日はこの3段目の、上段、中段、下段のこれですね、加減ですね。加減がここにあるんですね。で、チャンネルラインもあって、ちょっと重なってますよね。なので、ここのヒゲのとこまでちょっと行きづらいんじゃないか。っていうことで、これちょっと手前っていうのを、探ったと。そうするとここにあって、ちょうどこの加減の付近に当たるし、でチャンネルラインの、加減の部分に当たるので、三重のサインが出てるので、ここにしました。はい、で、案の定、ぴったりここで止まって上がっていくっていうことですね。で、具体的に、で、エグジットポイントはここです。
ここら辺ですね。ここら辺です。はい、で、具体的にじゃあ、どこでエントリーしたのかというと、エントリーポイントは、ここになります。ここ。はい、まずは、ここから波っていうのは、ここまで行くっていうのが、まず分かって、範囲が分かりますよね。はい、これは下限部分の、ここに当たります。ここの部分ですね。で、いきなりここからこうやって来たんですね。で、ここからエントリーでも良かったんですけど、指標がですね、30分後ぐらいにちょっと迫ってて、で、指標、かなり大きな指標だったんですね。なので、指標を確認してから、エントリーしないと、ちょっと気持ち悪さを感じたので、ここっていうのは、ちょっと見逃しました。指標が本当はなければ、ここからエントリーしたいんですけどね。はい。ただ今回ちょっと重要指標があったので、それをちょっと見てから、結果を確認してからにしました。で、こうやって切って、で、指標があって上に上がってきて、その後、15分ぐらいですかね。経って、で、ここから陰線が出始めたので、陰線ですね。はい。ここからエントリーですね。指標が30分後ぐらいですかね。ちょっと覚えてないですけど、で、この陰線があって、そこからエントリーです。で、このポイントは1分足で見ると、どうなるかっていうと、1分足で見ると、ここのポイントになるわけですね。指標があって、で、ここら辺で指標があって、で、波自体が、1分足の波自体がこうやって上に上がってきた。で、これがここのヒゲの部分です。戻しの部分ですね。戻しの部分。で、このトレンドラインがあって、トレンドライン割れの、ここのミドル部分からのエントリーです。で、ちょうどここのトレードポイントっていうのは、ここの陰線が出始めるポイントになるわけですね。ということで、15分足は陰線、1時間足も陰線、4時間足も陰線、日足も陰線、週足も陰線、月足も陰線、オール陰線のところなので、結構私としてはやりやすかったかなっていうところですね。エントリータイミングとしてはですね。はい。で、大体ここら辺を、取っていたっていうことになります。で、この、戻し、ポイントとしては、ちゃんとここぐらいまで引きつけてからエントリーってですね。トレンド割れのミドルのエントリーっていうことです。で、下手な人は、この勢いに任せて、ここら辺ぐらいから入っていっちゃって、ここで、切られちゃうんですね。で、ゴールドなんで、結構幅があるわけです。こういったところで切られちゃうわけです。でも、ちゃんと、指標を確認して、その指標が、その勢いが収まってから、指標後の勢いが収まってから、ちゃんと抵抗ですね。抵抗に、ここの抵抗っていうのは、この抵抗っていうのは、これに当たるわけですね。なので、そこまで切って、ここですね、ここ。そこまで引きつけて、あとは、このトレンドラインを、1分足トレンドラインを割れて、ミドルのところから、エントリーすればいいだけになります。で、ここの押し目を、待てない。押し目待っている局面と押し目を待たなくちゃいけない局面というのがあって、今回は押し目を待たなくちゃいけない局面ですね。はい。なので、そこの押し目を待つ局面で、これちなみに押し目を待つ局面っていうのは、なぜかっていうと、これ、4時間足1本でいきなりこれ、ドンと来ちゃったわけですよ。ここがダウを作って、徐々に下がっていくんであれば、押し目はつけないんですけど、今回1本でいきなり来てしまったので、次の4時間足で一旦こうやって上がってくるわけですね。で、その上がってくるのが、まず、上がってくるだろうっていうのがまず想像できないです。できないとダメですよ。で、その4時間足の確定が変わったら、こんな感じで、髭を作って、下に行く。最後の押しが出る。なぜなら、最後の押しが出るのは、まだここの最後のゴールまで達してないからですね。
で、4時間足が、確定してこうやって上がってきたところがまさに、ここに当たるわけですね。15分足だと。で、そこを1分足でドリルダウンするとこういう風になってるので、トレンドラインが割れてからちゃんとミドルで入っていくっていう感じになります。そうすると、すんなり取れてきますので、そのポイント、押し目をつけるポイントかどうか、深く押し目をつけるポイントかどうかっていうのを見極めて、で、その理由は何なのかっていうのをまず理解して、で、チャンネル相場でもあり、エグジットは、大体ここだろうっていうのを、領域分析含めてここだろうっていうのを見極めて、で、あとはもうエントリーするわけですね。はい。で、今日、説明したかったことをまとめると、まずは、週足などの非常に重要なダウの継続点のところっていうのは非常に重たいので、そこに買い足が迫ってきた場合っていうのは、その流れに、週足の流れに逆らって迫ってきた場合っていうのは、買い足っていうのはチャンネルになりやすいので、エグジットポイントっていうのは、ちょっと手前側を探る必要があるっていうことですね。で、それを探るためには、領域分析とかは非常に有効なので、特にレンジとかっていうのは力を発揮する分析方法なので、それを使って、で、あとは、その分析できたのであれば、エグジットはポイントわかるので、あとはエントリーポイントを見極めると。で、エントリーポイントっていうのは、さっき説明したように、今回は大きく戻ってくるようなところになるっていうのを、まずは、理解して、エントリーポイントをできるだけ引き付けてから1分足を見て、このトレンドラインを割れて、ミドルに、こうやって頭をちょっと押さえられるようなところから入っていくっていうようなことになります。こんな感じで全部理論詰めでやっていくと、波に全然振り回されないんですね。エントリーと、あとエグジットポイントを決めて、あとはその波をしっかり捉えるために、押し目がどこまでなのかっていうのを決めて、ちゃんと理論詰めで、想定して、で、あとは1分足とか見て、綺麗に、丁寧に入っていく。で、それをできさえすれば波に振り回されないので、非常に、デイトレードにとっては、デイトレーダーにとっては有益になります。なので、ぜひ、理論詰めで、ちょっとやってみてください。はい。今日説明したかったことは以上になります。